なんでだ？クロージャー、もうクロージャー。おった。我々が知るように悠久の時を経てオリジニウムはとうにテラの自然環境の一部となっている。このエネルギーと情報の結晶は鉱脈化と大気循環への侵食を通じて絶えず濃集し蔓延し拡張し、創造主が期する最終目標のために奉仕している。そして周囲の環境においてオリジニウム濃度が一定まで上昇した時、生態系に不可逆的な影響をもたらす。結果として生物は在来外来の別を問わずオリジニウムによって知恵と文明の道を歩まされることとなった。またこうした経緯ゆえに彼らの生命は未だオリジニウムから深く影響を受けている。オリパシーはただの病なのだろうか。それとも動物たちが初めてオリジニウムに触れた時そうしたように今も絶え間なく生命の進化を推し進めているのだろうか。進化の終着点に至るまでオリジニウムは死を生み続けるだろう。彼女が目覚めてからオリジニウムには明らかな異変が生じている。その一例が A 型変異と呼ばれる新型のオリパシーだ。従来の苦痛を伴う結晶化とは異なり、本来の生理学的特徴が完全に消失するまで罹患者の器官や組織をオリジニウムが代替し同化する。憂慮すべきは我々の治療を受けた A 型変異の患者が亡くなる際に揃って同種の上事を口にしたことだ。言語や出身にかかわらず全ての遺言が同じものを示唆した。内なる宇宙を。オリパシーの変異に加え、ここ数年でテラ大陸のオリジニウム分布にも不自然な変化が生じている。タルガンギルス主鉱脈は異常なほど活性化しており、カズデル方面へと急速に延伸している。頻繁な天災はレムビリトンに多くの資源をもたらすが、我々はそれがコータスとサルカズの衝突の引き金になることを危惧している。最重体内の和石が安定しているため人有主鉱脈に目立った変化はない。ただ極東領内の常闇と呼ばれる劣坑で観測可能なオリジニウムの増殖が多発している。行方不明者の急増を鑑み南北両院は合同で劣坑の全面封鎖を行っている。次が最も厄介な場所だ。コロッサル主鉱脈北端の鉱脈枯渇はすでにウルサスで深刻な経済的政治的問題を引き起こしている。感染者と非感染者の対立は苛烈になった。感染者は A 型変異の特殊性から集結し自発的に来世の幻影に慰めを求めている。そして現状を変えようとする感染者たちは再び松明を掲げた。行動の中で桃源の上で、そして抵抗を諦めぬ者たちの心の中で、現在各鉱脈には異常が生じている。その要としてプライマルオリジニウムポートは我々が真相の一部を解明する助けとなるに違いない。ロドスはすでにプライマルオリジニウムポートを保有する各政治的実態に現状の説明をし、可能な限り連携と協力を続けていく。ただしコロッサルの状況は特殊だ。外勤オペレーターがウルサスとクルビアの現地観測所が損壊しているのを発見した。対応するプライマルオリジニウムポートの行方は知れず、状況は楽観視できない。ドクター、オリジニウムの問題は新たな段階へと突入した。ロドスはこれに対応する準備を整えている。プリースティスが何を企んでいようと、我々は感染者問題に向き合い介入し解決する。報告は以上だ。ドクター、この後